今回購入したお魚はこちらです。ほいほいほい。pH が 6.5、そしてアンモニアは 0mg 毎リットル。狙われてるか。今回久しぶりにゼロから立ち上げたので、ちょっとドキドキでした。はいどうも、ピーバです。今回はこれからアクアリウムを始める方に向けた動画シリーズ、お魚導入編です。水槽は前回セッティングした20センチキューブ水槽。こちらの水槽をゼロから立ち上げた状態にして、種水も何もない状態から熱帯魚を入れたいと思います。まだ前回の動画ご覧になっていない方は動画説明欄にリンクがありますので、そちらをチェックしてみてください。まず最初に前回の水槽セッティング動画から追記事項があります。水草を購入する際は無農薬または培養カップのものを選ぶようにしてください。販売されている水草には農薬がついている場合があって、これが生態によくありません。特にエビはダメージを受けやすいので、必ず無農薬の水草かこういった培養カップの水草を買うようにしてください。水草に農薬が使われているかどうかは水草が売られている袋とか水槽に書いてあると思います。今回動画の公開ちょっと遅れてしまったんですけど、実はこの水槽で実際に熱帯魚を入れてある程度の期間飼育してみました。その時も家にある水槽の水は使わずにゼロから立ち上げたので、今回紹介するやり方、ある程度信用できる方法かと思います。それではまずゼロから立ち上げる状態にしたいので、この水槽の中の水は全部捨ててしまいます。皆さんの中で同じように立ち上げてこの状態になっている人はわざわざ捨てる必要はありません。僕が今回動画撮影用にゼロからスタートするっていう状態にしたいので、この水を全部捨てて26度ぐらいのカルキを抜いた水道水を入れていきます。全換水して全て新しい水道水になりました。多少バクテリアが残っているかもしれないですがご容赦ください。今回は生体を買ったその日のうちに水槽に入れる方法で行います。赤ヒレとかのパイロットフィッシュと呼ばれる魚を用意する必要もないので、買いたくない生態を迎える必要もありません。では魚を購入する前に用意するものをご紹介します。まずプラケース。水槽に浮かべるので水槽の中に入るサイズのものを用意します。アクアリウム用のスポイト、そしてカルキ抜き。アクアリウムやるには必須用品ですね。そしてバイコム。これが今回買った熱帯魚をその日のうちに水槽に入れるための必須アイテムとなります。100均のコスメコーナーにあるシリンジ 20ml タイプのものです。それと熱帯魚の餌。熱帯魚を購入する際に店員さんにその魚に与えていた餌を聞いて同じものを買うと安心です。そしてこれはなくても構わないんですけど、水槽の水質を測るアンモニアテストと pH テスト、水槽の立ち上げ時に用意しておくと安心です。これらを買い揃えたらいよいよ熱帯魚を購入します。今回は小型の水槽なので魚は3匹ぐらいが良いと思います。魚を購入するとこういった袋に入れて渡されます。寄り道をせずにまっすぐ帰ってきましょう。今回購入したお魚はこちらです。ゴールデンハニードワーフグラミー。この魚を3匹買ってきました。前回アクアテーラーズさんでお迎え動画出したんですけど、その時に購入したものです。黄色い体とピコピコと動く触覚みたいなヒレがとても可愛い小型の熱帯魚ですね。飼育もしやすいので初心者の方にもおすすめです。買ってきた魚をその日のうちに入れれると言っても、このまま水槽にドボンとするわけではありません。水槽の中に入っている水とショップの袋に入っていた水、これらの水は水質が異なります。いきなり違う水質のところに魚が入っちゃうと体調を崩す場合があって、そのまま死んでしまう場合もあるかもしれません。生態を迎えてきた場合は必ず水合わせというものを行います。また今回は新規の水槽なのであまり気にする必要はないんですけど、ショップの水の中には万が一病原菌が入っている場合があります。この水を水槽に入れてしまうと、こちらに元からいた魚たちが病気にかかってしまう場合があります。なるべくショップのお水は水槽の中に入れないようにした方が安心です。水合わせの方法はいくつかやり方があります。今回はスポイトで水を徐々に合わせていく方法をやりたいと思います。まず生体を買ってきたらプラケースに水ごと魚を入れます。そして水槽の水をスポイトで時間をかけながらこちらに入れていくんですけど、水合わせのもう一つの目的としてこちらの水とこちらの水、水温を合わせる必要があります。このプラケースを水槽の中に浮かべて水合わせを行っていきます。スポイト式の水合わせ、水槽の水をちょっと取ってプラケースの中に入れる。これを一気に行うんじゃなくて、例えば30分1時間かけて
ちょっとずつ行います。このやり方は結構水槽に張り付いてないといけないので、時間のない方、放置しながらやりたい方は点滴法での水合わせをお勧めします。生態が魚の場合はそこまで神経質に水合わせをしなくてもいいんですけど、エビなどの水質の変化に弱い魚とかはもっと時間をかけて慎重に水合わせをした方が良いと思います。ある程度プラケースの水と水槽の水を混ぜ合わせたら、このプラケース内の水を半分ぐらい捨てます。せっかく入れたのにまた捨てるのかと言われそうなんですけど、これを2回ぐらい繰り返すことでプラケースの中の水がほとんど水槽の水と同じ水質になります。水合わせがある程度済んだら、いよいよ魚を水槽の中に入れます。なるべく低潮が舞わないように、あと魚が飛び出して水槽の外に出ないように入れていきます。なかなか入らないね。ほいほいほい。ちょ。オッケー。これで魚の導入が完了しました。この状態で魚がピンピンしているので、なんだ水槽立ち上げ簡単じゃんって思う方もいるかもしれません。実は問題はこの後発生してきます。魚とかの生態は当然おしっこやうんちをします。またそれらの他にもエラからアンモニアを排出します。これらアンモニアが魚にとって毒です。人間も部屋の中にうんちやおしっこあったら体調を崩すと思うんですけど、魚はこれを放っておくと最終的に死んでしまいます。排泄物やエラから出たアンモニアはこの水槽の水の中に溶けていきます。このアンモニアは水替えとともに水槽の外に出す方法と、パイロットフィッシュとかを入れて時間をかけてアンモニアを分解するバクテリアを増やす方法、そしてアンモニアを食べるバクテリアを直接水槽に投入する方法があります。今回はそのバクテリアを投入する方法を行います。投入するバクテリアというのがこちらのバイコムスターターキット。水槽に魚を入れたらこちらのバクテリア剤を規定量投入します。こちらが水10リットルに対して 20ml の添加、こちらが水10リットルに対して 4ml の添加です。この小さいボトルは水10リットルに対して 1ml 添加します。今回の水槽は7リットルぐらい水が入っていると思うので、7リットル分に換算して投入をすると良いと思います。投入するときはこのボトルの底に何かゴミみたいのが沈んでいるので、これをよく振って中身を攪拌させてシリンジで測ります。シリンジは各ボトル使い回すときはすすいで使用しましょう。まず青いボトルを投入、ピンクのボトルを投入、小さい青ボトルを投入。これらのバクテリアが魚から出るアンモニアを食べて分解してくれるはずです。1日目はこれで終了ですね。フィルターを稼働させて、必要があればエアレーションなどもして次の日を待ちます。魚にはまだ餌を与える必要はありません。あいつら何遊んでんだ。なんか楽しそうだね。魚を投入してから24時間経ちまして2日目です。魚たちの様子は変わりはないですね。なんか低潮とか水草をツンツンとついばんでいます。ここで一度アンモニアテストをしてみたいと思います。試薬を持ってない方はやらなくても問題ありません。先日魚と同時に入れたバイコムに入っているバクテリアが魚から出るアンモニアを食べてくれるはず。場合によってはアンモニア検出されると思うんですけど、これが生態に悪影響ありそうな濃度だったら水替えをしたいと思います。では飼育水を近づいてくるな飼育水を取って、 pH テストに飼育水を 5ml、 アンモニアテストに 10ml 入れます。そして pH テストは試薬を7滴、アンモニアテストは試薬 1,2,3 を6滴ずつ入れます。 pH の方はすぐ結果が出て、アンモニアの方は5分くらい待ちます。測定結果が出ました。まず pH の方は 6.5 ですね。弱酸性の水になっています。アンモニアテストの方はライトグリーンのところですね。 0.5mg 毎リットル。これをこの表で見てみると、アンモニア含有量は無害のランクです。2日目はまだアンモニアについては問題ないみたいですね。またバイコムの中に入っているバクテリアはエアレーションをすると活発に活動するので、この水槽では使ってないんですけど、エアレーションをすると良いかもしれません。この水槽でなんでエアレーションをしてないかというと、底面フィルター真上に排出しているので、水面が常に揺れてるんですよね。水面が揺れると空気中の酸素が水の中に溶け込むので、特にエアレーションは必要ないかなと考えています。では2日目なんですが、餌を少量与えたいと思います。餌をあげるときは水の流れを作っているフィルターを停止します。水の流れがあると水槽内に入れた餌が水の流れによって
いろんなところに攪拌してしまって魚が食べ残してしまう可能性が高くなります。食べ残しは水を汚すだけなので、できるだけ食べ残しのないように餌を与えるのがポイントです。餌は 1,2 分で食べきれる程度とよく言われるんですけど、最初はよくわからないので、とりあえず少なめであげます。はい、どうぞ。全然気づいてくれない。あ、来たぞ。やっと気づいてくれました。食べてくれてますね。あ、下の方でも沈んでいく餌を拾ってます。だんだん上に登っていく。来ましたね。餌少なめにしたつもりなんですけど、ちょっと多かったかもしれないですね。余りそうだったら計量カップかなんかで上澄みだけすくい取っちゃいます。2日目についてはこれだけですね。通常のバクテリア剤を使わない立ち上げだと毎日換水をして立ち上げ初期を乗り越えていくんですけど、今回はバイコムを使っているので、水替えをするとせっかく入れたバクテリアが水槽の外に出ちゃって無駄になってしまいます。アンモニア濃度がどうしても高い場合は水替えをした方がいいんですけど、今回の場合は水替えをせずに次の日を迎えたいと思います。生態導入から3日経ちました。グラミーちゃんたちは元気そうですね。今回は苔取り生態を加えたいと思います。その前にこの水槽の水質を測ってみます。アンモニア濃度は前日と同じく無害レベルですね。生態が少ないのでそこまでアンモニアの影響は出なさそうです。では苔取り生態を追加していきます。追加するのはオトシンクルスネグロ1匹とミナミヌマエビ5匹です。この水槽で飼育する生態はこれで全部です。前回と同様、水槽に入れる前はしっかりと水合わせをします。まずはオトシンクルスネグロ、そしてミナミヌマエビ5匹です。オトシンクルスネグロは流木とか水草の表面、あとはガラス面の苔なんかを食べてくれます。同じような魚にオトシンクルスというのがいるんですけど、そちらも同様に苔を食べてくれます。体色と流木の色が一緒なので全然目立たないですね。ただしオトシンクルス、オトシンクルスネグロともに苔取り生態としては超優秀です。20センチキューブ水槽なので1匹で十分かと思います。そしてミナミヌマエビ。ミナミヌマエビも水草とか流木、あと石の表面の苔などを食べてくれます。狙われてるか大丈夫か。大丈夫だった。ミナミヌマエビは水槽の中では一番立場が弱いです。なので魚の種類によってはエビは食べられてしまいます。特にミナミヌマエビは水槽内で繁殖も可能なんですけど、もし稚エビが生まれたとしても食べられてしまう可能性が高いです。水草とかをたくさん植えていると隠れ家になって生存確率が上がります。まだこのグラミーはエビを食べられるような口の大きさではないので、エビが食べられることはないと思うんですけど、万が一食べられててもそれは仕方がないと思って諦めましょう。今回は生態を追加したので、もしかしたら明日はアンモニアが検出されるかもしれません。そうなったら水を3分の1ぐらい変えて新たにバイコムを追加したいと思います。なんか水槽の中で絶えず微生物をついばんでる気がするんですよね。なのでそこまで餌の量は必要ないかもしれない。でも食べてますね。1匹出遅れてるね。間に合うか。間に合った。3日目については以上です。はい、4日目です。今回はあらかじめ水質を測っておきました。pH は 6.5、 そしてアンモニアの方なんですが、ライトグリーンというよりは黄色寄りの色の変化が起きています。昨日より下がった感じですね。バイコムがアンモニアを分解してくれたと思いたいんですけど、アンモニアが分解されると次に亜硝酸というものが出ます。これも毒性が強いんですけど、このバイコムはアンモニアと亜硝酸を分解して無毒化してくれるので、とりあえず立ち上げ初期はバイコムを添加してれば問題ないかと思います。本当は亜硝酸のテストも用意できればよかったんですけど、そこはすいません。生態についても特に変わった様子はありません。グラミーたちは相変わらず吐水口の水流で遊んでます。そして昨日追加した生態については、オトシンネグロは流木のところにいますね。普段はガラス面とかに張り付いています。エビについてはさっきまでいたんだけどどこに行ったんだろう。ちょっと見当たらないですね。ちゃんと生存してるのは確認済みです。アンモニアも検出されてないし、水替えどうしようかなと思ったんですけど、一応水替えをしたいと思います。アクアリウムをやる上で持っておきたいのがこちらのアイテム、プロフォースエクストラ。これは小型水槽用の S サイズです。これは何かというと、水槽の水替えと低床掃除が一緒にできてしまう便利アイテムです。使い方については以前動画アップしてますので、動画説明欄からご覧ください。
今回は簡単に使いたいと思います。まずホース先端部のクリップ、これをバケツに取り付けます。ホースの先端がバケツの中に来るようにセットします。ここがポンプになっているので、この筒を水槽の中に入れてポンプを何度かプッシュします。すると水が上がってきます。これを繰り返しポンプをプッシュしていると、水槽内の水がバケツに流れていきます。これで水替えが行えます。ちなみに1回水が流れ始めてしまえば、ポンプはもうプッシュする必要はありません。サイフォンの原理というものでずっと水が流れ続けます。この時注意するのが、バケツから水が溢れないように気をつけること、それとパイプに精体が吸われないように注意をすることです。ちなみに水替えとかプロホースを使うときは必ずフィルターは止めておきましょう。今回は1/3の1ぐらいの水を抜きました。これから 2,3 日に1回水替えをしていくことになるんですけど、その際も1/3の1ぐらいでいいと思います。ではカルキを抜いた水を入れていきます。そして水替えをしたのでバイコムも入れていきます。これでまたしばらく様子を見ていきます。まず水質チェックしてみましょう。 pH が 6.5、 pH はずっと 6.5 付近ですね。そしてアンモニアは 0mg 毎リットル、これは前回から検出されなくなりましたね。というわけで立ち上げから5日経ったこの水槽、すでに安定した状態になったんじゃないかなと思います。精体を入れてバイコムを使って5日目でこの状態、全くゼロからの立ち上げだったんですが、かなり早い立ち上げだったんじゃないかなと思います。今回の立ち上げのポイントはやっぱりバイコムを使った点ですね。それと生態も比較的強い生態だと思うので、それもポイントだったかもしれません。これが水質にうるさい魚、水質の変化に敏感な魚とかだったら、また難易度が上がっていたと思います。エビについても飼育が簡単な南沼エビなので、これがビーシュリンプとかだったら全然立ち上げの難易度は変わってきます。我が家の生態、ゴールデンハニードワーフグラミー、可愛いですね。そして今いじめられてる。この水草の後ろにオトシンネグロがいますね。さっき南沼エビいたんだけど、どこ行ったんだろう。水草の状態はというと、新しい葉っぱも出てきたし、新しく根も伸ばしてしっかりと活着してますね。ミクロソリウムも新しい葉っぱが出てきています。根も伸ばしていて垂れ下がってますね。それとパールグラス、こちらもぐんぐん成長しています。ルドビジアスーパーレッドも伸びてますね。3本しか植えてないのでちょっとスカスカですが、伸びてきたらまた差し戻したいと思います。ガラス面の苔については今のところほとんど生えてませんね。いました、オトシンネグロ後ろから不穏なやつが近づいてきてる。大丈夫ですね。こんな感じで生態たちも死ぬことなく元気に暮らしてくれてます。普段水槽の立ち上げって他の水槽の水を使っちゃうので、比較的立ち上げは簡単なんですけど、今回久しぶりにゼロから立ち上げたのでちょっとドキドキでした。ただ予想よりも短時間で立ち上げられたので、今回のやり方同じようにやっていただければ、おそらく大きな問題はなく水槽を立ち上げられると思います。これから問題になってくるのは、ガラス面や水草に生える苔が生えてきたら、ガラス面はメラミンスポンジとかスクレーパー、特にこだわりなかったら定規とかでもいいんですけど、そういったもので苔を落としたり、あとは定期的な水替えですね。水替えをすることで水槽の中に発生している有害な物質とかを取り除くことができます。水替えをすると酸素も二酸化炭素も供給されるので、生態にとっても水草にとっても有効です。今後のメンテナンスについてはまた別の動画を作りたいと思います。前回の20センチキューブ水槽立ち上げ動画では、この水槽自体や中に入れる流木とか砂とかフィルターとかの必要な機材一式のご紹介をしました。今回はそれに追加して生態を入れてから今日までの5日間、この間に必要になる道具を紹介していきます。足りないものがある人は参考にしてください。というわけで今回は20センチキューブ水槽生態導入から5日間の様子をお届けしました。これから小型水槽を始める方、前回の動画を見てからあいついつになったら次の動画出すんだとお待ちいただいていた方、参考になれば幸いです。どの魚が水質に強いとか水質にうるさくないっていうのは、アクアリウムショップで店員さんに聞くと教えてくれると思いますし、ネットショップとかだと初心者向けとか飼育難易度とかで書いてるところも多いので、
それを参考にされると良いと思います。個人的におすすめしたいのは、以前おすすめ小型ビデオっていう動画も出してるんですけど、その中で紹介していた魚たちがおすすめですね。めちゃめちゃ初心者におすすめ、そして綺麗な魚といえば赤ヒレかなと思います。ただ赤ヒレはなぜかあまり人気がありません。そういった方には先日お迎えしたファイヤーテトラとかグリーンネオンテトラとか、そのあたりもとても綺麗な魚で、特に水草水槽には合うと思うのでおすすめです。というわけで今回の動画は以上です。次回は小型水槽の定期的なメンテナンス動画を作りたいと思うので、もしよければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後魚が出てこないね。ほら、おいでおいで。あー、かわいいね。それではまた。バイバイ。